ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。マスター、もしも一つだけ願いが叶うならどんなことを願いますか？毎日24時間とは別にゲーム時間が欲しい。27時間で3時間ゲーム時間。毎日必ず3時間ゲームできるようにしてほしいです。いつかさんどうですか？ザンギエフに中段と、削りと無敵技をつけてくださいって願います。一つじゃねえかよ。しかも何でもいいのに結局ゲームの話かよ。ジュンさんは？相手の飛び込みに勝手に昇竜拳出るに決まってんだろ。それだよ、それしかない。なるほど、確かに。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ああ、ストリートファイター5で活躍中のお二人じゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一人目のお客様は初めてのご来店となるエイタ選手。エボ2016でトップ8入りを果たすなど国内外の大会で活躍。並外れた反応速度など人間性能に優れた強豪プレイヤーです。2人目のお客様も初めてのご来店となる大谷選手。竜使いとして頭角を現し CPT オンライン2020アジア東大会2で5位に入賞するなど近年活躍を見せる注目の若手プレイヤーです。まずはゲーム遍歴から伺っていきたいと思います。僕は20歳の時で20歳。格闘ゲームやったことなかったんですけど、僕音楽の専門学校に行ってて、そのコマの空き時間があるじゃないですか。暇だからゲーセン行こうって友達と言ってて、行ったらストリートファイター4がちょうど出たんですよ。やろうってなって、そっからですね。僕は初めて本当に触ったのはお父さんとスーパーファミコンでそのストリートファイター2をで保育園の頃とか。待って若っ。保育園？そうですね、お父さんとこうガチャガチャプレイしてたっていう。その子のことはちゃんと覚えてます？使ってたキャラとかはなんか竜とかフェイロンを使ってたなっていう。エイタさんが愛知の方から？僕は愛知ですね。もう知立っていう田舎からここまで上がってきました。ゲームのために上京し。そうですね。当時オンラインができるんですけど、やっぱ大会ってオフラインじゃないですか。だからオフでやんないと結局大会に向けて練習してないってなって、なんだかなってなって、じゃあもう行っちゃおうって感じでしたね、僕の場合は。大谷さんは富山ですよ。そうですね、オフラインで対戦できるっていう相手がいなくて、だからそのネット対戦が主流で。その時からもうあれ俺結構勝てるけどみたいな。強かったんですけど、多分勘違いしちゃったのが、1年目に始めて海外大会招待制だったんですよ、基本的にその頃って。当時愛知で桃地さんがフランスに呼ばれて、桃地さん行けなくなって、他の人が呼ばれて行けなくて、いなくねってなって、あいつでいいやって言って俺行ったんですよ。おお、そうなんだ。でそこで、運よく2冠できたんですよ。2冠できた。初めてのゲームの大会で優勝ってなかなかないと思うんですすげえ顔してるよ。すげえ顔してるよ。勘違いしてもう気持ちよすぎて勝つっていう行為が、僕はもうそれからもうハマっちゃいましたね。すごい。大谷さんはこうなんだろう、どんどんのめり込んでいくのってそのオンラインをやってるうちに強い人がどんどんもう無限に出てくるんで、それでなんかいつの間にか高校生活終わってました。じゃあ部活とかはもう部活はやってました。やってんじゃん、やってんじゃん。聞かせる。その話聞かせる。野球とか射撃とか射撃やってましたね。高校時代に？そうです。実銃本当に銃を使ってやってて、高校生ね。空気銃なんですけど。射撃部面白いな、初めて聞いた。射撃って何？押してった方がいいよ今後。あ、本当ですか。2人の出会いなんですけれども、覚えてますか？全く覚えてないな。立川君ってプロゲーマーがいるんですけど、立川君とよく一緒にいる子供立川と同郷なんだっけ？富山にいた時に立川と一緒にプレーしてました。で東京にその立川が大学で上京して大会に出る時とかに、僕も富山から東京に大会に参加して、そこでまた一緒になって。そういう時にエイタさんとっていうことだよね。そうです。スト4やってたらさ、エイタさんなんてすごい人だぜ。うわ、有名人ってなったじゃん。なった。いやもうなりましたね。クソみたいなプレイするやついるなと思ったんじゃないの？そんなこと思ってないです。思ってない。いや思ってない思ってても言えないから話したりとか、なんか一緒に遊んだりとかそういうのあったんじゃないですか？一緒に遊んだりはないんですけど、やっぱ今のご時世あんま外出れないんですけど、飲みにとか行く時はハイタニさんと大谷君と僕でご飯行って大谷君の相談乗ったりとか、結構仲はいい方だと思います。で若手特有の悩みあると思うんだそう、よね。悩んでたよな、あの時期。悩んでました。何悩んでたの？配信とか、格ゲーの実力とかもそうなんですけど、いろいろ足りてなくて、でどういうのが必要なのかなっていうのに悩んでたんですけど、その時エイタさんとかハイタニさんとかと一緒に飲みに行ったりとかでどんどん解消されてって、うまく
できるようになってたなっていう。今ではときめきメモリアルをやってると。たどり着いたわけね。その結果が、そこでアドバイスもらったわけそこでアドバイスもらってときメモをやろうって思いました。マジで？優勝しないとやっぱ目立てないじゃないですか、優勝って難しすぎるんですよ。だったら他の部分でも補わなきゃなっていう話を気づいてて、本人も違うジャンルを攻めたら見てくれる人が増えるんじゃないかっていうので話をしてて。そうですね、その強さだけじゃなくてプラスアルファ何か自分にもっていうので、配信でいろいろやってみようかなっていう感じでやりました。お二人のその最初にあった印象とかってあります？プレイヤーとして自分をどう思ってるかがめちゃくちゃ知りたくて、正直にこいつダメだなと思ってたら言ってほしいし、超気になってるんですよ。エイダさん、30秒ほど耳を塞いでてください。ゴー。不真面目というか続けて大会でパナしてくるんだろうっていう感じがしましたね。ここがちょっと僕とは受け入れられない。僕はちょっと受け入れられない。すいません、オッケーです、オッケーです、オッケーです、オッケー。いい話聞けちゃった。あ、そういうふうに思ってるのか。エイタさん、その顔やめなさい。めちゃめちゃ怖かったですか今。お二人今同じチームシノビズムゲーミングに所属されていますけれども、チームの雰囲気はいかがですか？いいよね。いいですね。ミーティングするんですよ、その時もただ普通に業務的なものだけじゃなくて冗談とか言ったりとかできるんで、自分のチームが一番好きだなと思えるぐらい雰囲気はいいです。大谷君はチームからしたら先輩というかお兄さんばっかりな感じ？そうですね、ほとんど年上の桃地さんとか灰谷さんとか藤最間さん。初はやっぱ緊張したと思うけど、いや緊張しました、どういうきっかけでこうなんか打ち解けたみたいな？灰谷さんとかは僕が大学生の時にこの海外大会に一緒に行ってた時に一緒の部屋でお話ししたりとか、で藤村さんは一緒にゲームしたりとかで、その時打ち解けたりとかで。海外って仲良くなりやすいですね。そうですね。世界19の地域で行われるカプコンプロツアー2021。先月開幕戦となる日本大会1が開催され、孫選手が優勝。お二人に大会を振り返っていただきます。どうだった？いや負けちゃいましたね。まあ一人以外負けちゃうから、多分お互い納得はいってないですね。取り組み自体は僕的には90点ぐらいあります。高いやん。トミーにキャラ替えしたんですね。そうなんですよ、キャラを変えたんですよ、ずーっと使ってた剣からもう本気でキャラ替えしてキャミーと向き合うっていうのができたんで、その大会で正直勝てる気はしてなかったんですよ。ただキャミーって結構難しいキャラではあるんでリスクが高い技が多くて、その辺とどう向き合うかっていう精神状況を試したくて、そこの辺がかなりうまくできたんで9大点は取れたのかなっていう感じですね。今回の大会は竜を使っていこうかなっていうので、練習は竜をメインに使ってたんですけど、大会でやられちゃってトップ8に行けずにやられちゃってちょっと悔しかったんですけど、桃地さんが竜でトップ8まで行ってしまうという。すごいよね。あれはすごい。僕の力が足りなかったんだなっていうことを分かったので、次の CPT も竜で頑張っていこうかなっていう感じですね。全体的に見ててこのキャラ増えたなとか。まず思ったのが竜の猛威がすげえなっていう。あ、やっぱ竜なんだ。多かったですよね、そもそもそう竜が。多かったし、ポンちゃんさんは竜に2回負けて終わってるんですよ。で前の大会じゃ絶対にやりなかったんですよ。なかったですね。で実は僕も赤眼竜さんっていうアルマスの竜に当たって、竜対策してないその分のツケが回ってきたなっていうのが思いましたね。竜が多分今後の大会でちゃんと対策してないと絶対に引かれるっていうのを思いました。まずは向き合うキャラが増えたんだ。向き合わなきゃダメですね。あと竜もそうなんですけど、バルログとかアレックスとかが格ゲー護身と言われる梅原さんとか佐古さんに勝ってたりとか、キャラクターのそのバランスがだいぶ平らになってきたなったね。いろんなキャラクター見えるのは嬉しいけれども、警戒してないところから来たっていうのはちょっとあるね。たまったもんじゃないですよ、こっちからしたら。いやそうですね。なんかいつかちゃんも CPT 出たんだよね。はい、出ました。なんかいつかちゃんトーナメント表見たら、初戦の相手細木和子っていう占われたらきついねって振ったんだけど、完全に占われてます。なんかその相手は本来は別キャラクターを使う人だったらしいんだけど、対戦相手がいつかちゃんのザンギエフだってことがもう分かってたから、ダルシムかぶせてきたんだってきついんだけどって言って顔真っ赤にして怒ってた。大体変な名前の人って強いんですよ、格ゲー協会。一応ね、俺のチェックだとまず細木和子さんって人がいたじゃん、あとアレックス使いに石原さとみっていうのがいる。石原絶対強いんですよ、それ。石原強いんだよね。石原さとみ強いんだ。確か名前変えるか。ちなみに僕当たりました。石原さん芸能5に飲み込まれた。激戦の末竜でちゃんと倒しました。本当は倒した。なるほどね。よかったよかった。こういう話聞くとやっぱりゲームしなきゃダメですよ。ゲームしたくなってきた。対戦の時間じゃないですか。瑛太さん、大谷さん、対戦してもらってもいいですか。当たり前じゃないですか。お願いします。
三つどもえ戦第1試合は歌広場と瑛太選手の対戦です。瑛太さんはね結構お世話になってるんですけど、僕のテンションが高ければ高いほど相手もそれに応えてくれるタイプなんですよ。キャラ替えしたことを後悔させてやんよ。以上です。歌さんの件は誰が育てたって話なんですよ。手の内は全部分かってるんですよ。勝てると思うのがいいです。よろしくお願いします。どんな試合になるのか。キャミーはやはり中距離からのこのリーチの長い技とスパイラルアウトのコンボで一気に画面足を追い詰めていくという動きが強力です。上から打撃カウンタースタンマギアだぞ。 V シュートダーガーさん好きにタッチパンチちょっと感じが違う。いいです。残るがもう苦しい。投げるだけパーフェクト。リアウンド目は一瞬でいこうとした。そして中足からスパイラルアウト攻めの展開またしてもいた。いやしかしここは恐竜連覇で切り返していきます。歌広場潤上からおおこれは先端の間合いでした。ここで歌広場の新竜拳が溜まっていますがキャミーは飛び道具を持っていないですからどうやっていくか。新竜拳ではやはり飛び道具に合わせるのが強い。ああどっちに出ている。いろいろあってなんとかフォロー。しかし瑛太ゲージを放ってるぞ。おっと新竜拳高いのでここは強達な戦闘客大きい攻め画面足ここで瑛太が V トリガーを当たっている。結果もない。どっちに出ている。上が出るのは瑛太。さすがということでまず第1戦勝者瑛太。ありがとうございました。多分緊張というか最初動いてないなと思ってキャミーの攻めって強いんでもう無理やり行こうと思いました。だからかっちりハマりましたね。一先っていうルールが1年あといや2年もらおうか。三つどもえ戦第2試合は歌広場と大谷選手の対戦です。よろしくお願いします。瑛太さんの時の傷がよろしくお願いします。竜と剣ってこのゲームの代表するキャラクターでずっとこのキャラと戦いたいなと思ってたのでちょっと頑張りたいと思います。それでは 1P 側歌広場潤の剣対する 2P 側大谷龍見ていきましょう。お互いに波動拳昇竜拳竜巻旋風脚これで試合を組み立っていく。これ立ち回り的には剣がかなりきついんですよね。無理やりねじ開ける側が剣ですね。なるほど。龍のわーっとここは第5からつながらない中足から特等につないでかなりのヘリ V シフトでなんとか返していくのは歌広場。おっとこれは反撃の空振りを誘ってしっかりとそこにお釣りを返していった歌広場。しかし大足 V トリガー発動。ここで歌広場の筋肉もあるぞ。どう使うか。ここは一旦使わずに攻める。画面足チャンスだ。投げ抜ける。ナイルスターほとんどありません。しかし広しソフト見事。いい勝負。このまま取ってしまうのかそれとも歌広場意地を見せるか。しかしカウンターただそう優先客ですね。 V スキル2を選んでいるので立ち強キックからリターンはあまりない。この竜巻入れ替え30番からカウンターコンボ画面足大谷のチャンス。歌広場順どうする。上から竜巻バックステップ。しかし体力差はついています。届きます。ジャック系反撃抜けるがダッシュは止める。信頼に取っていく。少しずつラインを上げて画面足から脱出に成功した歌広場ではありますが9番足返した。このまま行きたい。まずは1つ投げてお互いゲージは満タンだぞ。大谷が選んだのはカッコ不発。最初技攻撃やコンボが伸びる。どうだ吸い込んだ。これはゲージは使っていきます。グレンゲン人脚ついに新入剣を生かすことに成功。見てましたねちゃんと。しかし大谷はゲージが満タン。まず1本使ってペースを握っています。波動拳ダメ出し。勝利が暴れる。強気の選択肢だった。竜巻いろいろあったが当たればよし。竜巻これは確定してしっかりと流線昇竜
画面足投げはまず1つ出し切って、ここは波動拳竜巻で入れ替えて打撃、そしてこれが減る波動拳広さガード、どうなる、うわどうした大谷、最後のミスがないとちょっと負けてたかもしれないです。危なかったです。そして潤くん、竜巻何なんか俺おかしいですよね。なんか変な飛びとか。これは多分ゲームより前に姿勢の問題ですね。三つどもえ戦最終試合は瑛太選手と大谷選手が優勝をかけて激突。この試合は準歌広場に送ります。見ててください。じゃあ勝ってほしいな。そうですね、チーム入った頃はちょっと全然僕弱かったんですけど、今は自分の方が強いんだぞっていうのを見せたいと思います。相手に走っていく粉塵脚と、したたが一定時間強化されるヒートラッシュ。ただやはりこの組み合わせ、基本的に立ち回り離れた前ではやはり龍の方が飛び道具も強力ですし、これはつながらず画面足の追い詰めてペースを握っているのは大谷か。ここもしっかり歩いてガードして反撃を決めていきます。大キックね、触れなくなるときついんですよ。ここでヒートラッシュ、V トルガ1の剣はやはり火力ですね。爆発力が非常に凄まじいものがある。ただここで大谷は全てのゲージがある。いくでしょうか。エンジンに残った。ただ大幅に有利か。フィンガーを使ってトルグオーブ波動拳を取っていきます。そしてこのローキックリーチが長い、中足も長い。エータは冷静、ゲージを貯めていけるか。いやー、リーチの長さを生かした。大谷がラウンドを先行。そしてこの溝落ち砕き、いわゆる大ゴスと言われている技、これも起き上がって非常に強力。投げは抜けていきます。大谷エイタのゲージが満タン、うまく使いたい。ここで1本まず使ってきました。中足 EX 竜巻、ここは前ジャンプ、おっと巴投げ、大谷が画面足 V トリガーを持っている状態です。大足発動、遅らす中パンチからの投げ、ここで打っていくエイタの得意技。これ流れ変わるか。しかし巴投げで暴れてきます。後ろ投げ、そしてこの前陣連中波動拳非常に強化されています。わあ走った。さあエイタのラッシュ、投げているのは大谷、一概で勝った。こうなると真空波動拳もある。エイタも下手な動きができない。だが届かない。大谷も反撃を狙ったんですがギリギリ届きませんでした。非常にエイタらしい動き。これで11です。ジャンプ強キックが決まって、このヘリ一緒に下がる。大ゴスは避けつつ反撃。さあ画面下、エイタのラッシュが始まる。抜けている。だがこの真空波動、いやこれ EX 波動拳から攻めるのは大谷。強化されたこの波動拳、体力差あるけど状況はいい分やか。ーっと落とせない。エイタ決めるのか。投げた。届いてるか。勝者エイタ。多分キャミーのがキャラ的にはいいんですけど、ケンのが竜とやってきた歴が長かったんで今回思い切って出しました。それがハマりましたね。流戦の歴も長かったんですけど、ちょっと格ゲー歴の長さもちょっと感じました。やっぱりまだエイタさんの方がちょっと強かったな頑張りたいと思います。三つどもえ戦優勝エイタ選手。どうやら格ゲーマーアイドルユニットの方に動きがあったようです。そんなバカな。もうなんか夏にデビューとか言ってたもんね。それではこの映像をご覧ください。これは格ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、格ゲーマーユニットプロジェクト仮。いよいよ練習も本格化してきた中、気になるのがユニットの楽曲。黒幕プロデューサートヨタから楽曲制作という重要なミッションを託されたのがミートたけし。格ゲーマーとして配信活動を行う一方、川村龍名義でジャズベーシスト、作曲家、編曲家として活躍。これまで数々の作品を手掛けてきた。このアイドルユニットをやりたいと思った時に
とりあえず一番最初に連絡したのがミートさんだったんですよ。なんかこれ面白そうだから、なんか面白いこと大体ミートさんやってくれるっしょと思って。正直最初に話してもらった時に女性格ゲーマーで、はいそのアイドルユニットを組むって、はいある種ちょっとありきたりかなと思ってたんですけど、さあそこで男性ってきたから、はい、うわこの人やべえと思ってでも即答でやります悪ふざけはとことん悪ふざけいやいやそう本気でやった方がいいなっていう。やっぱ上気をしてるなと思いましたね僕の頭の中ではもうドストレートでアイドルだったんで、アイドル系の曲を作ってほしいなとは思ってました。男性格ゲーマーアイドルユニットに曲を書くっていうのはこれが最初で最後になると思うんですけどとことんふざける素材としては格ゲーマー、多分最初みんなは色眼鏡で見ると思うんですけど、実際物を見た時にあちゃんとやべえじゃんってなるようにかっこよくはしたいですよね絶対、ふざけるだけで終わるんじゃなくて、ダンスミュージックっていうのがやっぱり肝になるのかなっていうふうに思ってますね。そもそもプロゲーマーって知らなくてもなんかこのユニットいいじゃんっていうふうに思ってもらえて、そこからその業界を知ってもらうみたいな、できたらいいなと思ってるんで、それはもうユニットのメンバーと川村さんの楽曲にかかってるんで俺にも来るんだ、ぜひぜひ俺にもプレッシャーが来る、いい楽曲をよろしくお願いします。これ成功したら、はい、川村里の名前でやって、失敗したら水戸武史にしようかなよろしくお願いしますはい、うわあの人ってめちゃくちゃすごいベーシストさんなんだよね。いや楽しみですね。どんな歌なのか。本当に、俺頭の中でちょっと膨らみ始めてるよ。皆さん聞いてください。1曲目ステージセレクト格闘ゲームで一番聞くのステージセレクトの音楽だからね。なるほど、これはわかる。楽しみ1曲目はステージセレクトね。いやどっちなんだろうな本当に。いや対バンしたいね。早く対バンしたいね。そこまでいけたらいいですね。一緒のイベント出たいね。はい。本日も閉店のお時間となりました。お二人の話すごく楽しかったですし、戦いで竜と剣っていう絵がもう本当に新鮮すぎてちょっとめちゃめちゃ面白かったですね。瑛太さんがね僕のために捧げてくれた戦い良かったんですよ。トークの時に大谷さんが言ってた瑛太さんに伝えたかった本音、あれを踏まえた上でもう一回対戦見てください。面白いですよはい。オフラインで対戦するのが久しぶりで、そこがめちゃくちゃ楽しかったのと、僕ずーっといつ呼ばれるんだろうと思って待ってて呼んでもらったんで嬉しかったですよかった何かあれば次回も何卒お願いします。お待たせしました。本当お願いします。はい、ありがとうございました。最後板さんに負けちゃったのちょっと悔しいんですけど、またこうやって皆さんと格ゲーの話ができてとても楽しかったです。ありがとうございました。ということで、今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は瑛太選手と大谷選手でした。またのご来店もお待ちしております。ありがとうございました。次回はギルティギアエグザードレブ2を特集。サミット選手&ハーケン選手がご来店。お楽しみに。